はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。今回ちょっとね場所を変えて、今アメリカのコロラド州の国立公園のホテルから撮っています。この大自然を皆さんに見せたかったんですけど、ちょっともうすぐ日が暮れそうで部屋の中で撮っています。では行きますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。カップ、ちょっと見えなかったらすみません。カップのエース逆、ペンタクス10逆、ワンド3、カップナイト逆、ペンタクスナイト逆、ソード10、そして吊るし人の逆。はい、気をつけることや対策はマジシャン逆と鳳凰とオラクルは、はい、ペンタクルスの8ですね。6月後半いかがでしたでしょうか。何かね、自分がちょっと遠いところに行くとか、手が届かなかったと思ったところに手が届くとか、自分の専門性を際立てていくとかっていうエネルギーが高まっていたんですけども、7月前半も引き続きそのエネルギー強いです。で、特に7月の6日が新月なんですけれども、この新月の時にご自身がどの方向に向かっていきたいのかとか、どこまで飛んでいきたいのか伸びたいのかとかもそうだし、どういった気持ちで毎日を過ごしたいかっていう自分の精神状態もそうだったり、何かね専門的なことをやっていきたいっていう自分の可能性がとにかくどこかに伸びていきたいんだみたいな感じのエネルギーの時なので、どこに伸びていきたいかっていうのは皆さん自身で決めていただけます。実際に遠方に行く機会があるとか、旅行に行くとか海外に行くとかもそうだし、そういうちょっといつものテリトリーとは違うね行動をする方が多いんじゃないかなと思います。で、これ人間関係もそうだと思うんです。自分の行動パターンではそんなに変わってないけど、なかなか出会わない人に出会ったとか、すごく久しぶりにすごく尊敬してる人に出会ったとか、遠くに住んでる人と関わることがあったとか、そういうことが起こりやすい時なんですね。で、さらに7月の2日以降はね、仕事運っていうのがちょっと高まってまして、仕事運はもちろん7月後半ももっと良くなってくるんですけど、先にね情報とか交渉とか対策とか、そういった情報っていうのがたくさん入ってくるような感じがするんです。7月の2日以降。そしてそれに対してもまたさそり座の皆さんは自分が主体的に何をどう作っていこうかとか、自分が任されてる責任はこれだなみたいな形で自分から積極的に責任を果たしていくみたいな、そういう流れも出てきますので、すごくねなんだかキリッとしてるなっていう感じです。エネルギーがキリッとしてる。よし行くぞみたいな、そんな感じもしますね。はい。そしてそうね、7月12日以降はさらに社会が明るくなるっていうのがありまして、これは仕事運でも使えるし、プライベートでも自分の社交性が広がるよとか、人との関わりがね豊かになってくるなって感じがあります。外に行く機会が増えたり、人と関わる機会が増えたりとかして、世界が楽しくなるみたいな感じですね。これは仕事場での楽しみが増えるっていうこともあれば、もしくは仕事がうまくいって収益につながるっていうこともあれば、とにかく自分が心地よい世界で生きていけるよっていう感じがあります。そのを踏まえた上でカードを見てみたいと思うんですが、ちょっとすいません、戻りますが、7月3日そうやってビジネスとか何か交渉とかそういうのが主体的にいいって言ったんですけど、もう一つ人間関係も悪くないんですね。全く。むしろじわじわと温めているこのエネルギーを相手に出そうかどうしようかみたいな、そんな感じがあります。もし何かね伝えたいなと思ったら、その相手に何かを求めるというよりは、自分の自己責任で思ってることを伝えますみたいな感覚で伝えるのであれば、対人関係もすごくいいと思いますよ。伝わりやすいと思います。でそれを踏まえた上でカードを見るとなんですけれども、何かねここまでの流れでやはり遠くからの可能性が来たっていう感じがするんですね。ここでやっぱりワンドの3というカードも出ていて、これはビジネスがうまくいくとか交渉がうまくいくとか、何か可能性が見えている、未来に対しての可能性が見えているっていうカードなので、そういうご自身のお仕事やもしくは生活やもしくは経済状況の中で未来に対して期待が上がるようなことがあったんじゃないかなっていう感じがします。で
それを嬉しく感じていたりいいことなんだけど 100% その喜びに浸れないみたいな感じがありますかね。確かにいいことなんですけど、例えば家族旅行に行きましょうみたいになった時にすごいいい旅行になりそうだと、行きたかったところに行けるって思うんだけど、いやでも結構お金かかるしなみたいな感じで、この 100% 喜びというよりはそれに付随する何かに対してのちょっとした懸念もあるんだなと思うけど、でもそれそんなに大きなそれは問題ではなく、実際に今誘い座の皆さんがこの時期にやっぱり可能性が入ってきたじゃないかっていうところを自覚してほしいというか、認識してほしいなっていうふうに思います。でそのチャンスっていうものを本当にこれはチャンスなのっていうことでちょっと信じていないというか疑ってる気持ちはあるけれども、でもきっといいことだよねみたいな期待があるっていう感じですね。そしてね、ゆっくりゆっくりその可能性を温めていこうっていう感じがあるんです。例えばの話なんですけど、普段あんまり関わらない方から何かお誘いが来て、わあすごくいい話だなみたいな、それ私もやってみたいとか勉強してみたいとか、わあそれ知りたいみたいな形で意識がすごいガンと上がる。そしてそういうことをできるってすごい自分の人生にプラスじゃないかなみたいな、そういう期待が上がっていく。だけどなんとなくそれをするにはすごく頑張らなきゃいけないんじゃないかなとか、夢物語じゃないよなっていうのは分かっていて、ゆっくりじっくりとその可能性を温めていこうみたいな感じで思ってますね。そうした時にね、急にね、何か身内からの反対があったり、想像以上に何かお金がかかるとか、そういう感じがするんです。例えばさっきのわあこんなの自分も勉強してみたいと思ってその何かのセミナーに参加するとか学校に行くとかってなって行きたいんだって言って、すごいこう意気揚々と可能性を感じてね楽しくしている時に、家族にそんなものにお金をかけてとか言われたり、こう反対されたりとかして、それは自分が何とかするからいいんだって言いながらも心は傷ついているみたいな、そんな感じかもしれません。だけどやっぱりここでペンタクスの9とかペンタクスの6が出ているということで、やはり何かビジネスチャンスがありそうな感じがするんですよね、全体的に。でこのビジネスチャンスをつかむにはそれなりのなんかお金がかかるとか経費がかかるとかそういう感じがあるんです。でそれに対してちょっとその自分を無理させないといけないなみたいな形があって、思うように動けないな、すごくいい話なんだけどどうかなっていうふうに言ってる感じがします。そうね、なんだか急に動きづらくなってますね、カードで見るとね。でただ全体を通しての一番のメッセージっていうのはオラクルがペンタクスの8で、これは誘い座の皆さん得意だと思いますよ。コツコツと日常をこなしていきましょうと、継続的に何かを作っていきましょうということなので、まずは生活をちゃんとやっていきましょうなので、仕事をしっかりしましょうとか、もしくはイレギュラーなことに対応することになっても日常のことはしっかりやっていきましょうっていうふうに言われているので、今すごく可能性が広がっている時だからこそ、例えば何か専門的なことをやるとか、新たに勉強するとか精神性を上げていくってなった時に、日常を犠牲にしてなしにしてそれをするのではなく、日常をこなしながらできる範囲で自分の可能性を広げていくんだよっていうふうに言われていると思いました。なのでなんだかここで感じている、なんかものすごいことを自分がしなきゃいけないんじゃないかとか、ものすごい投資をしなきゃいけないんじゃないかとか、そういうのとはちょっと違うなっていう感じなんです。一攫千金じゃないです、この話は。おそらくもし投資とか本当にお金のことでそういうチャンスが来てるとしたら、そんなハイリスクハイリターンではないっていう感じがするので、あくまでも自分がこれまで蓄えてきたものの中で日常の中で使えるお金だったりとか、日常をやっていきながらコツコツ増やしていけるお金っていう話だと思います。そしてお仕事のこれがもしちょっと仕事のことを見てみようかな。意識は高く可能性もよく、本当に自分をもっと高めるためのいい情報が入ってくるっていう感じがするんですけれども、それに対して何か躊躇してるなっていうのが印象なんです。ちょっと仕事ね見てみますね。ソードのナイト、ペンタクスのページ
ペンタクスの5、お仕事はね、なんだかんだで忙しそうです。仕事を通して出張に行ったりとか移動したりとか、何かを急いでやらなくちゃいけないみたいな状況があって、本当はもっと落ち着いてゆっくりと仕事を固めていきたいとか、自分が成長している感覚を味わいたいと思ってるのに、やらされているような感覚があったり、またはこれ本当に自分に向いてるのかなみたいなそういうなんか今のやってる仕事にだんだん価値を置けなくなってくるみたいなね、そういう感覚があるんですね。だからこそ、もしかしたらこの今来てる話や新しい可能性というふうになんか飛んでいきたいって思うのかもしれないんですけど、あくまでもこれまで続けてきた仕事の経験があるからこそ来てる話っていう感じもあるので、今のお仕事っていうので言うと、とにかくちょっと可能性もいろんなものが上がってる分、ちょっと忙しいかもしれないんですけども、いっぺんに全部やろうとせずに、私は一つずつやっていきますというスタンスで一つずつこなしていってくださいね。一個ずつで、新たに出てきてる話も結構これスローな話なんですよね。ゆっくりしたペースで進んでいく、急にガーンって上がるっていう話ではないので、そんなに自分が一気に自分の生活を変えて犠牲にして何かをしなきゃいけないってわけではないので、あくまでも生活を整えながら情報や状況を確認してゆっくりと進めていってくださいという感じで、多少スタートするのが遅れるのかもなっていう感じです。今の感じでは。7月のね、後半に入っても仕事運はさらに良くなりますから、そこで答え出してもいいんじゃないですかね。ちょっと人間関係見てみますね。カップキングとお月さんとデビルということで、人間関係に関しては人から優しくされたりとか恩恵は受けるんだけれども、ご自身がそれを受け取っていいのかどうかを疑っているっていう感じがします。例えばですけど、ありがちな話で、恋愛とかだったらなんだかこう自分のことを思ってくれてるのかなみたいな、そういう人が出てきたり優しくしてくれたりとか、いい関係だなっていうのはあるんですけど、ただいい関係だな、楽しいな、いいなだけで終わらずに、この関係はどういう関係なんだろうとか、この関係はどのようになっていくんだろうとかって考えすぎてモヤモヤしちゃうみたいなね、なんか物事をはっきりさせようとしすぎて自分が苦しくなるみたいな感じがあるので、何が起こるかはわからない、未来のことはわからない、でも今この瞬間自分はこの人が好きだとか、今この瞬間この人には優しくしてもらってるとか、今この瞬間別に自分は何も困ってないんじゃないかっていう感覚で過ごしてみてください。人間関係に関してはね。なので例えばですけど、長くお付き合いされている方とかであれば、もっと確かな関係に進展させたいとか思ってこう行きたいんだけど、何かのその証拠が欲しいと思うんだけど、そこにこだわりすぎていて、今ここにあるその人との関係性の喜びっていうものが曇ってしまっていませんかみたいな、そんな感じなんです。なのでこれはビジネスにおいてもそうです。ビジネスを通しての人間関係もそうで、すごく今はいい関係なんだけど、これはビジネスがなくなったらこの関係はどうなるんだろうかとか、これはビジネス上損得で成り立ってる関係なんじゃないかとか、考え始めると沼に入るっていう感じがあるんですね。なので全体を通して今回は現状悪くないんだけど、考えすぎたり深掘りしすぎてその自分でドツボにはまりそうな感じがあるので、そこを自分でちょっとキープしてくださいね、頑張って。実際は優しさを受け取ったりとかチャンスも来てるし、いい話も来て意識が上がっている、運勢は上がってるんだけど、その上がった分自分で落とすみたいな感じがあるので、いや落とさなくていいみたいな、それが誰か家族からの言葉だったり親しい人の言葉だったりに敏感に反応して、それってどういうこととか、それって何だろうみたいな感じでどんどん妄想を膨らませていきやすいので、現実は何だろう、今ここにある現実は何だろうというふうに思ってくださいね。今ここにある現実は相手がいるとか、自分がいるとか、大事な人がいるとか、自分の中にその相手に対しての愛がある、その状態が全てっていう感覚で言ってください。はい、そんな感じかな。最後にもう一枚だけオラクル引いてみますね。オラクルの補佐ワンドエースということで、物事を切り開いていく力はさそり座の皆さんの中にありますよっていうふうに言われているような気がします。はい、ということでここまでにしておきます。次回また7月中旬ぐらいにね、次の動画をアップしたいと思いますが、もし何かしら
こんなことも聞いてみたいですっていうのがあればコメント欄にお寄せください。次回もまた占う前に皆さんのコメントを全部読んで、これ見てくださいっていうのがあればできるだけそういうのにも答えていきたいと思います。ということで、ぜひ今の現実に目覚めて今ある豊かさを感じて過ごせますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。